せっかく購入してもその後の維持費にお金がかかっては、家計を預かる人からすると不安でなりませんよね。こんにちは。いつもご視聴いただき本当にありがとうございます。ゆうちチャンネルです。レクサス関連のラジオ動画を自由気ままに配信しております。よかったらチャンネル登録お願いします。以前ですね、レクサスの付加価値5000っていう動画を上げさせてもらったことがあるんですが、今回は納車から早半年が経過したということもあって、僕がですね、レクサス車を購入して改めて思うレクサスを選ぶ魅力をお伝えさせてもらおうかなと思います。視聴者さんの中でこんな悩み持ってる方いないですか？本当はレクサスに乗りたいんだけど、奥さんだったり旦那さんから同意がなかなか得られないですとか、レクサスなんてただ高いだけなんだからもっと手頃な車買えばいいじゃんとか、家族をね納得させられるだけのレクサスを購入する魅力がなかなか見つけられないですとか、今回の動画はそういった方のお悩みを少しは解決できる手助けだったり説得の足がかりとなれば嬉しいなと思います。というのも正直僕の妻も車はね移動するための手段だから別に乗れりゃ何でもいいっていうそういったタイプなんですよ。もともとね妻はずっとね軽自動車しか乗ってこなかったっていうのもありますし、そもそもね車にそこまで興味がなかったんですよね。今もね、そこまで車に興味があるっていう感じではないんですけど、であんま言うと怒られそうなんで、ちょっとやめとこうかな。ですので、購入検討の段階では、僕がね、一度はレクサス乗ってみたいんだよねって話をした時に、レクサスみたいな。でも高いんでしょ、そんな高い車じゃなくてもよくないみたいな。もう車なんて基本みんなね、同じようなもんなんじゃないのって感じで、最初はね、購入に後ろ向きだったんですよね。なんですけど、あの手この手を駆使してね、なんとか妻を説得させることに成功して、結果今は NX を購入することができました。今回は僕がね、説得に使ったレクサス車の魅力と、また所有して思う魅力について合わせて語っていきたいかなと思います。レクサスの魅力1つ目。思ったほど維持がかからないんです。これ結構大事なポイントですよね。購入したはいいけど、その後のメンテナンス代にお金がかかるとか、中古で購入したはいいけど、半年でね、ここが壊れた、あそこが壊れたとか、タイヤの溝なくなってきたから新しいの購入しなきゃとかね、特に外車とかね、中古で購入した時は、よく話題になるやつです。ね、しかも外車は部品代が高いという。せっかく購入しても、その後の維持費にお金がかかっては、家計を預かる人からすると不安でなりませんよね。でもね、レクサス車なら大丈夫です。レクサスには、レクサスケアメンテナンスプログラムなるものが存在します。これは何かっていうと、新車購入の場合、登録日から3年間、点検及びメンテナンスを無料で行ってくれるサービスが車両本体価格に含まれています。他のね、自動車メーカーでもついている車種はあるかもしれないですが、オプションでね、設定されている販売店もまだまだ多いかなと思います。で、ご覧の通り、レクサスでは初年度は年3回、翌年からは6ヶ月に1回、計6回の定期点検を無料で行ってくれます。行ってくれるのは点検だけではありません。消耗品に関しても無料で交換を行ってくれます。エンジンオイル、オイルフィルター、ワイパーゴム、クリーンエアフィルター。こちらはね、適切な時期ごとに無償で交換を行ってくれるんです。まだあるんです。新車保証は保証書の内容に基づいて5年10万キロついてます。内容は消耗品を除いた基本性能部分に関する項目はほとんど含まれています。ボディの塗装に関しても5年保証がついてきます。錆とかですね。またですね、レクサスメンテナンスプログラムはレクサス CPO での購入も対象となっています。CPO 購入では登録から2年間走行距離は無制限の保証がついてきます。翌1年間は購入時にオプションで追加の設定ができます。メンテナンスは6ヶ月点検を2回、12ヶ月法定点検が1回、計3回。もちろんね、時期に合わせて新車と同じようにエンジンオイルとかですね、ワイパーゴム、消耗品の交換も行ってくれます。レクサスが認めた不具合ですとか、イオンですとか、シートのへたり、その他不具合とかがあれば、保証期間内であれば無償で交換作業を行ってくれます。これはね、下手な中古車を購入してしまうよりよっぽどね、安心できるかなと思います。壊れると高額になりやすいであろうハイブリッドバッテリーに関しても保証の対象です。それと、ありがたいことに任意保険の利率もそこまでね、悪くなかったんですよ。僕の場合は車両保険700万、もちろん盗難の保証もつけて
毎月3000円いかないくらいですので、ほんとね、意外と安かったのもね、嬉しい誤算でしたね。維持費がね、だからそこまでめちゃめちゃかからないんですよ、レクサスといえども。2つ目、先進の安全装備、快適装備がたくさんついているということです。こちらは最近のトヨタ車であっても同じような機能がついてくるので、レクサスだけの魅力というわけではないんですけど、それでもね、機能によっては、クラウンですとかアルファード、ベルファイアといった高額な車種にしか設定がない機能も含まれてます。車を購入する上で何よりもね、家族の安全が第一ですよね。レクサスではなるべく事故が起こらないよう予防安全技術がたくさん組み込まれています。例を挙げるとしたらプロアクティブドライビングアシストです。こちらは一般道走行時、前の車の速度に応じて車両が時速約15キロ前後まで自動で減速をしてくれます。また、信号のある交差点ですとか、右左折、急なカーブ、急勾配の下り坂であっても、車両が自動で減速支援を行ってくれます。パーキングサポートブレーキもついていますので、駐車の時にね、ふとした時に縁石で擦ってしまうといった、そういったリスクもね、可能な限り減らすこともできます。それと、レクサスクライメートコンシェルジュ機能。これによってエアコンの温度を調整するだけで、あとは室内シート、ハンドルの温度、こういったものをシステムがドライバーの状況に応じて全て自動で調節してくれる機能もついてます。E ラッチ装着車では安心降車アシストといったドアを開けようとした時にドアの後方からですね、歩行者ですとか自転車、あと自動車とか、そういった移動する障害物が来た時にドアが開かない、開けようとしても開かないという、そういう仕様になっています。ですので、お子様ですとかご高齢の方がいらっしゃる家庭だと結構こういった機能ありがたい機能じゃないですか。で、こういった機能は日常運転する様々な場面で運転がとても楽になる機能なんです。きっとね、奥様も喜ばれると思います。少なくともね、うちの妻はね、感動してました。で、僕としてはこの機能をね、一度体感してしまうと、ついてない車をね、ちょっと乗りたくないなって思ってしまうくらい日頃の運転がめちゃくちゃ楽になります。といった感じで、レクサスではこういった機能がほぼ全車に標準装備されています。3つ目は、やはりリセールの良さが挙げられます。車を購入するのって長い人生の中で、何十回もね、経験することではないかなと思うんです。少なくとも僕は。しかもね、支出する金額も何百万単位ですので、できたらね、購入する時から売却時の出口戦略はしっかりと練っておきたいところかなと思うんですよね。買ったはいいけど、2、3年後に査定に出したら半額以下とかになってたら僕ならね、死ぬほどへこみますね。で、お金が湯水のごとく湧き出る方ならね、そんなこと気にせずね、車を選べるんでしょうけど、一般会社員には到底無理な考えなんですよ。てか、リセール金額が高ければ高いほど、次の車の購入資金作りも楽になりますよね。これはレクサス社でも一部の車種に限られてしまうんですけど、現状 SUV 系選んでおけばよほどのことがない限り一般的な車よりはリセール悪いなんてことはないんじゃないかなと思います。セダン車であっても IS とかなんかは若い世代からシニアの世代まで結構ね、幅広い年齢層に人気な車ですので、そこまでね、リセール悪くないなと思うんですけどね。ただ、こういったレクサスのリセールの高さは逆に市場価値の裏返しでもあるかなと僕個人は思ってます。レクサスでは過度な値引きはね、基本行ってません。他の販売店とかだと、モデル末期ですとか、決算月、ボーナス月とか、そういった場面で大幅にね、値引きを行う店舗も中にはあると思うんですけど、レクサスではね、値引きをしたとしても、多分ね、5万円ぐらいから多くて、10万円ぐらいだと思います。これはね、以前こういった値引きの動画を出した時に、視聴者さんの中からね、いろいろコメントくださって、情報提供してくださって、その統計をもとにね、算出した金額が、だいたい5万円、多くても10万円ということになります。で、こういった販売時に過度な値引きをしないことも、買取市場でレクサス社の価値が安定している要因ではないかなと思います。てか、市場価値が下がりにくいっていうことは、プロの業者もレクサス社の品質を少なからず認めていることなんじゃないかなと、僕は思いますけどね。で、売却時に高額査定が期待できる車両であれば、先行投資としてまだね、家族も納得しやすいのではないでしょうか。続いて4つ目、大幅なモデルチェンジが他のメーカーと比較すると少ない。それとアップグレードプログラムがある
ということです。で、これはどういうことかっていうと、一般的な車ですと、4年から6年くらいで大幅なモデルチェンジが加えられるのが、一般的かなと思うんですが、レクサスでは毎年毎年年次改良を実施しています。しかし、最近では内外装のデザインですとか、そういった部分に大きな変更点があまりないっていうのもオーナーとしてはね、嬉しいなと思ってます。購入してすぐにね、モデルチェンジされて、自分の買った車がね、型落ちになってしまうっていうのって、なんか知らないけど、悲しくなりませんか？しかも、次に出た車種が意外とね、人気になってしまって、自分の車の価値がそれに伴って下がってしまうとかね、オーナーとしてはね、なんとも言えない気持ちになるんですよ。で、レクサスでは内外装のデザインは基本そのままにして車両の性能アップですとか、既存のオーナーさんの声を参考に新しい快適機能ですとか、新しいモデル追加、そういったものが行われています。こういったね、見た目のデザインにそこまで変更がないっていうのは、オーナーとしてちょっと嬉しいなと僕は思います。いつまでもね、新型の気分で乗っていられますからね。また、レクサスでは一部の車種でレクサスアップグレードプログラムを行っています。これは現在の車にも新しく出た車両の性能アップですとか、新しい機能なんかを後付けできる画期的なプログラムとなっています。これによって新しく出た車両のあの機能欲しいなとか、このパネルのデザインの加色欲しいな、新しくしたいなって、そういったことが可能になるんですよ。で、これは現在のオーディオディスプレイナビにも同じ機能がついています。ナビシステムのアップグレードを定期的にレクサスが配信してくれています。で、こういった感じで今の愛車をスマホのようにアップグレードしていけるっていうのもレクサスの魅力となっていますし、末永くこの愛車に乗っていこうっていう風に思いますよね。続いて5つ目になります。これは僕の中では絶対外せない魅力となっています。それは何かっていうと、レクサスオーナーとしてなんでか知らんけど誇らしい気分にさせてくれるということです。言うなれば所有満足度が高い車であるっていうことですね。そういった気持ちにさせてくれる理由の一つが、レクサスのおもてなしを体験することができるということです。レクサスに行ったことのない方は、一度ね、試乗予約をして販売店に遊びに行ってみてください。レクサスの接遇、接客のクオリティにびっくりすると思いますよ。僕みたいなね、クソ田舎会社員でも、どこぞの社長かのように対応してくれますからね。毎回ね、心地いい気分にさせてもらってます。2つ目、全国のオーナーズラウンジが無料で利用できるということです。レクサスでは新車もしくは CPO での購入で漏れなくオーナーズカードを手にすることができます。このカードがあれば全国のレクサスラウンジを無料で利用できます。これがまたオーナーとしてね、誇らしい気持ちにさせてくれるんですよ。ラウンジの雰囲気はね、どこぞの高級ホテルのよう、出されるお茶菓子は絶品、商談スペースと離れたところに設置されてますので、ガヤガヤしてない、ゆったりとくつろぐことができる。店内どこでもいい匂いしますし、レクサス車見学し放題と。僕がね、購入した販売店では予約制にはなるんですけど、無料の洗車サービスまでついてきます。で、洗車を待ってる間にラウンジでくつろぐのもよし、他のレクサス車に乗って市場に出かけてもよし、もうね、僕にとってはね、最高の時間なんですよ。こういった時間を経験することで、レクサス買ってよかったなーって心から思いますし、こんなね、田舎のモブ会社員でも、レクサスに乗れるような男になったんだなーってね、初任給手取り18万ぐらいの頃がね、懐かしいなって感じで、もうね、今の自己肯定感をね、爆上げしてくれるんですよ。この体験をしてしまうと、きっとこれを見てくれてる視聴者さんの中にもね、次もレクサスで購入しようと思ってらっしゃる方いるかと思います。ですので、家族が反対されている方は、まずはね、一緒に販売店に出かけてみてはいかがでしょうか。きっとご家族もレクサスのおもてなしを体験すると、少しはね、購入に前向きになってくれると思うのは僕だけでしょうかね。ということで、この動画がレクサス車購入の参考になれば幸いです。最後までご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルはレクサス関連の情報を自由気ままに配信してます。今後もですね、様々なモデルの比較動画やレクサスの魅力を僕独自の目線で配信していく予定です。よかったらチャンネル登録で応援してください。では、また次回の動画でお会いしたいと思います。またねー。